6月、大雨の直後に普段我々には予期もつかない生き物が空に満ちています。一見するとこれは不穏な光景に見えるかもしれません。しかしソレノプシス・インビクタ、別名ヒアリの幸運なオスとメスにとってはロマンスの日です。これは結婚飛行で有子アリと呼ばれ、生殖能力のあるオスとメスのアリが最初で最後の飛行を行います。しかし空を飛ぶ捕食者を回避し、成功を遂げたオスですらこの交尾騒ぎの後には死を迎えます。そしてうまく交尾したメスにとっては仕事の始まりに過ぎません。この世を去った交尾相手から一生分の精子を確保した新たな女王アリは、自分一人でコロニーを作り上げなければなりません。地面に降り立つと自らの巣を作るために適切な場所を探します。理想的には人間がすでにかき乱した農地のような柔らかくて掘りやすい土を探します。一旦完璧な場所を見つけると、彼女は自分の羽を引きちぎって小山をこしらえ、女王の地位を堅持します。そして彼女は小部屋へとつながる下りのトンネルを掘り出します。ここで女王アリは1日10個ほどの卵を産み始めると、1週間以内に最初の幼虫が孵化します。次の3週間の間、新しい女王アリは自らと孵化した幼虫を養うために別の未受精卵の一群に頼りますが、この過程で体重の半分を失ってしまいます。幸いおよそ20日後に幼虫は成長して初代働きアリになり、食べ物を探し回り、げっそりした女王アリを養います。メスアリたちは大急ぎで働かなければなりません。母親を元気な状態に戻すことが下級の問題なのです。周辺では何十匹もの近隣の女王アリが自らのアリの大群を育てています。これらのコロニーはここまで平和に共存してきましたが、一旦働きアリが現れると幼虫の略奪という現象が起こります。数メートル内にある巣の働きアリが私たちの女王アリから幼虫を盗むようになります。私たちのコロニーは仕返しをしますが、さらに遠くから来た襲撃隊の一派が働きアリたちを制圧します。数時間以内に襲撃隊は女王アリが産んだ全ての幼虫を奪って近くにある最も大きな巣へと運んでいき、生き残ったメスアリたちは女王アリを見捨てます。生存の最後のチャンスを求めて女王アリは襲撃隊が通った勝者の巣につながる跡をたどります。他の負け組の女王アリたちや巣を守る働きアリをかわしていき、戦いながら幼虫が積み重なる山の一番上へと進みます。他の女王アリたちが失敗する中、メスアリが自分たちの女王アリを助けます。支配君主を倒し、幼虫の積み重なる山を奪い返します。他の挑戦者が全て敗れ、最終的には1匹の女王アリと幼虫の山が1つだけになるまで続きます。数百匹の働きアリがいるこの辺りでは最大の巣を統括する私たちの勝利した女王アリは、コロニーの第一目的である生殖を始めます。次の数年間にそのコロニーは生殖能力がない働きアリしか産みません。しかし一旦個体数がだいたい2万3000を超えると変化が起こります。これから先コロニーは毎春生殖能力がある羽を持ったオスとメスを産みます。そのコロニーは初夏の間ずっとこれらの大きめのアリを大量に産み、秋には元通り働きアリの生殖を行います。大雨の後にこれらの有子アリは空へと飛び出し、女王アリの遺伝子を数百メートルまでの風下の範囲に広げていきます。しかしこの年1回の交尾騒ぎに貢献するには、このコロニーは巨大生命体として繁栄し続けないといけません。毎日若いアリは女王アリに食物を捧げ、幼虫を養い、より年を重ねた働きアリは食物を探し回り巣を守ります。侵入者の攻撃を受けた時には、これらのより高齢の兵隊アリたちは毒を持った液体で敵を追い出します。雨が降った後、コロニーが集結し、湿った土で巣を広げます。そして破滅的な洪水で巣が水浸しになった場合、メスアリたちが集まって大きな生きたイカダになり、女王アリを安全な場所へと運びます。しかしどんなに回復力が高くてもコロニーは必ず終わりを迎えます。だいたい8年後には私たちの女王アリは精子を使い尽くし、死にゆく働きアリの後継を埋めなくなります。巣のアリの数はだんだん減っていき、最終的には近くのコロニーに乗っ取られます。私たちの女王アリの君臨は終わりましたが、彼女の遺伝的遺産は引き継がれていくのです。もう一つの素晴らしい昆虫、ミツバチの巣の中を覗いてみよう。
どうしてミツバチは幾何学的に完璧な家を作ることができるのでしょうか。この動画でご紹介します。